皆さんこんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。このチャンネルは楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために画材の使い方、絵の描き方など様々なアートな情報をお届けしています。興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから高評価もいただけるととても嬉しいです。今回のモチーフはこれです。流木を描いてみたいと思います。わ、それって一番描きたくないやつやん。表面ごちゃごちゃしてるしさ。大丈夫。今回の動画のテーマである強調と単純化、これを意識して描けばそんなに難しくないですよ。なるほど。ところで強調と単純化って何？よしアートチャンネルでいうところの強調と単純化は、こういった複雑なモチーフを描きやすくするための一つの方法という意味合いもあります。強調と単純化を意識して描くと、画面のどこをどう描けばよいかということが非常に明快になりますし、それから画面全体も変化に富んだ単調ではない複雑な画面になります。そうなんだ。では実際にこのモチーフのどこを強調、そして単純化していったらよいかということを具体的に見ていきたいと思います。さあ、この流木をどう強調と単純化していくかということなんですけれども、やはりちょっと表面がねごちゃごちゃしていて分かりづらいですよね。でしょ？こういった時にはまず明度で捉えるということをやってみましょう。明度で捉えるってどういうこと？どうでしょうか。白黒であるデッサンで描く場合、こういう風に見るとね若干描きやすい感じがしますよね。ただこれ色彩を使う時にも実はこのものを白黒で捉える、明暗で捉えるってことはとても重要なことです。それはまた他の動画で説明するとしましょうか。でもまだごちゃごちゃしてる。ではさらに4段階の明度で捉えてみるということもやってみましょう。さらにシンプルで分かりやすくなりましたね。こうしてみると一番暗いところ、つまり黒、この形が目立ちますよね。この黒い部分は手前側に突き出た形の影ということになりますよね。どうやらここを強調するとなんとなくいい感じになるんじゃないかなと思えてきました。今画像をカラーに戻したんですけれども、この青く塗られた部分が影ということになります。そして今緑色の線で示したところは手前側に出っ張った部分の両線、一番手前に突き出てる部分ということになります。こうしてみるとさらに分かりやすいんじゃないでしょうかね。この緑色の線で示した両線、もちろん実際はこんな同じ太さではありません。太いところもあれば細いところもあるとても複雑な形をしています。ただ目安にはなりますよね。この両線を境に向かって左側は光が当たって明るい、そして右側は影の暗い世界になってますよね。ここら辺を明暗反射光を使って強調するというのがいいんじゃないでしょうか。なるほど。ということは全体をまんべんなく描くというよりも真っ先に描こうというポイントが見えてきた。これってとても大切なことなんじゃないでしょうか。ではここまでをおさらいしてみましょう。強調するべきポイント、そして強調するための方法が具体的に決まりました。ではもうちょっと流木を見ていきましょうか。今黄色く塗られた部分なんですけれども、ここは流木の上の平らな面になります。立体感を表現する上ではこの黄色く塗られた部分を全体的に明るめに描くっていうこともいいんじゃないでしょうかね。この緑色の線は上の面と縦の面の境目、両線と言えるんじゃないでしょうかね。なんか両線増えたな。
それからこの紫色に塗られた部分なんですけれども、流木のへこんでるというかくぼんでる形なんですね。これも流木の形の特徴としてしっかりと描くといいんじゃないでしょうかね。アートライアングルの見る、考える、このことにより強調すべきポイントがしっかりと見えてきました。さあ、単純化なんですけれども、この単純化決して書かないということではなくってしっかり書きます。ただ強調する部分に比べて、弱く書く、あるいはこの場合ですとそうですね、反射光部分なんかをちょっとこすってみるということが単純化につながると思います。デッサンを描く上での進むべきルート、そしてゴールがなんとなくイメージできました。途中寄り道をしたり思わぬ発見があったりなど多少回り道することもあるとは思いますけれども、このようにルートとゴールがはっきりとしているってことは心強いですよね。確かにそうかも。では書きます。まずは形が大きく変化しているところ、あるいは目立つところなど、そういったポイントを直線でつなげるような感じで全体の形を取っていきます。明暗反射光を使って手前側に出っ張っている部分を強調しました。それから上の面、明るいところ、そしてくぼんでいるところなどもこの段階ですでに描いています。はい、いかがでしたでしょうか。今回はモチーフとして流木を描きましたけれども、こういった複雑なモチーフはやはり強調と単純化をうまく使いこなして描くといいと思います。それがないと漠然と描き始めてしまうとだんだん描いてるのがね苦痛になってきてしまうなんてこともありますからね。そうするとなんていうか自然とこういった複雑なモチーフを避けてしまうということにもなりかねません。それはちょっともったいないですよね。複雑なモチーフ、例えば、そうですね、白菜とか、あるいは花束とかね、そういった細かいいろんな形がいっぱいあるようなモチーフっていうのは今回の動画で、やったような強調と単純化を生かしてみると良いのではないかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画はこれで以上です。皆さんお疲れ様でした。そしてご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。